はい、こんにちはです。意味がわかんねえ。人です。本日は MF 文庫 J 角川様よりグッバイ宣言の消費をやっていきたいと思います。できる限りネタバレなしで本書のレビューさせていただきます。やや辛めな評価があることをあらかじめご了承ください。それでは行ってみましょう。まずはね、本書の基本情報です。みんな大好き魔法戦争と同じく MF 文庫 J 角川様出版。2021年10月25日発売。著作は三月みどり氏。三月氏の過去作には、キュウソ、猫に恋するや、ラブコメの神様なのに俺のラブコメを邪魔するのなどがありますね。イラストはアルセチカ氏。過去にはボカロ曲のイラストをメインに活動している方みたいですね。原曲は千野蔵さんです。小説版の監修もなさっております。グッバイ宣言以外には、ショットガンナウル、シェーマー、ジェラシスなど様々な楽曲制作をされているボカロ P さんみたいですね。過去にもアルセチカさんと千野蔵さんとでコンビでいろいろ映像作品を撮っておられるみたいですね。楽曲を原作とした小説というわけなんですが、原曲のテーマを小説という媒体に落とし込んだ作品なんですかね。ちなみに僕は楽曲がホロライブの歌ってみたとかで聞いたことありますが、その程度です。原曲はそんな詳しいわけではないです。ボカロ P の千野蔵さんが冒頭で語っておられます通り、楽曲と世界観が共通するものではないということらしいですね。そのため本動画では楽曲との比較などは原則しないことにさせてください。まず、あらすじですね。高校を休みがちな主人公、桐谷翔くんが同学年の問題児、七瀬玲奈と出会うことで、振り回されつつもハリウッド女優という大きな夢に向かって前進する彼女との交流を経て、惰性で生きてきた主人公が自分のやりたいこと、自分の将来について考えていくっていう話ですね。小説の内容は基本主人公の桐谷翔の一人称視点で語られています。時々ヒロインの七瀬玲奈の視点パートもありますね。挿入調で時々ヒロイン視点がある感じです。世間的評判にも一応言及しておくと、結構好評なようですね。発売からそれほど日にち経ってないので、なんとも言えないんですけども、Amazon レビューの方は星5の最高評価が1個だけありましたね。Twitter 周りも今のところ基本好評意見が多いみたいですね。やはり原曲ファンの方のつぶやきが多いので、好評意見が多いのは当たり前かもしれません。現在 MF 文庫 J 企画で、Twitter で、ハッシュタグ、グッバイ宣言小説で、本書の感想をつぶやくと、抽選で3名様に、ボカロ P の千野蔵さん、ノベルの美月さん、イラストレーターのアルゼチカさんのサイン入り色紙がもらえるみたいです。なかなかのメンズですね。今知りませんけど。まずいい点から紹介していきます。まずイラストですね。これは非常に素晴らしいと思います。Amazon のページで電子書籍版の冒頭数ページが無料で閲覧できるんですけど、僕はこれきっかけでジャケ買いしましたね。可愛い系というか、ゆるふわ系というんでしょうか。ライトノベルを表紙やイラストで選ぶという方にはいいんじゃないでしょうか。本書は典型的なライトノベルってやつです。とにかく読みやすい。半分以上が人物同士のセリフで構成されていると言っても過言ではありませんね。普段全然本読まないという人でも読みやすいんだろうと思います。僕は本読むスピードは比較的遅い方なんですけども、それでも1日あれば通読できました。ストーリー進行が本当にわかりやすいです。そのわかりやすいゆえにキャラクターたちへの感情移入がやっぱしやすい印象がありましたね。この本、字の文、いわゆるセリフ以外の部分ですね。字の文が主人公視点の一人称小説なんですが、これがまた読みやすさの一因なのかとも思います。言葉遣いが非常に現代的というか若者的で、他人のツイートとか日記見てるような感覚ですね。非常に親近感が湧く作品かと思います。文章全体にわたって本当は若さを感じますね、これは。この本、ライトノベルなんですが、アイデンティティの拡散だとか、将来への不安とかっていう点では、比較的ライトノベルとしては王道で先読みがしやすいっていう点もあります。あるんですが、かといってワンパターンな展開が多すぎるというわけでもないです。駆け引きが絶妙ですね。これ作家の実力が出るところだと思うんですけど、主人公がヒロインに振り回される、率直な物言いのヒロインに困惑させられるという構図が多いのにはもう違いないんですけども、時々この均衡を崩されるわけですが、そこは読んでいて面白いと思いました。はい、こっからは悪い点ですね。人によって賛否分かれると思うんですけれども、主人公の言動が若干鼻につくかなと思いましたね。特に序盤なんですけど、この主人公、引きこもりの手だれでして、結構考え方がひねくれてます。このひねくれ具合がむしろ、これを楽しむもんだと思えば楽しめると思います。だからといって積極的に発言できる度胸があるってわけでもなくて、ちょっとイキリオタクとまではいかないにしても、読んでてイライラする方はいるかもしれません。先ほども触れたんですが、本書はほとんどが主人公視点、ごくごく一部がヒロイン視点っていう感じなんですけどもね。初め読んでて、比較的序盤でヒロイン視点が挿入されるんですけど、その時、これ群像もんなのかなって思っちゃいましたね、僕は。視点が交互に切り替わる。村上春樹の1984みたいな感じのね。
実際は本当にただの挿入だったんですけどね。せいぜい1ページ分ぐらいですかね、1回の挿入あたり。一応このヒロイン視点の挿入も役割、意味がないわけではないんですけどね。一応これが後に回収される伏線にもつながるんですが、この伏線地点も割としょうもないですし、ないならないでいいとも思っちゃいましたね。ヒロイン視点があるからこそ、読者だけが知ってる情報っていうのが、普通あるべきなんですけど、これが一人称小説の本書の性質とはちょっと噛み合ってないかなって思いましたね。あと、ストーリー後半で主人公もヒロインを見習って人生の目標というか、夢を見つけるわけなんですけど、その夢を見つけること自体は、大したネタバレではないんで言っちゃうんですけどね。その目標を見つけた後、そこにかける努力の過程がめちゃくちゃあっさりしてる印象でしたね。やはり目標を見つけて生きること自体が本書のテーマっていうことなんでしょうか。目標を見つけた後の物語の進行がとにかく早いです。物語としては時間経過してるんでしょうが、読者は置いてけぼりですね。その間ヒロインのことは割とほったらかしです。ヒロインとの交流が少ないことで時間経過感じさせようとしてるのかもしれませんが、僕はあんまわかりませんでしたね。あと本作品には主人公とヒロインの他にメインキャラとしてライバルポジの男女がいるわけなんですけども、彼らの扱いがちょっと若干気になりましたね。ヒロインの歯に衣着せぬ物言いと言いますか、大胆不敵なキャラクター性を押し出すためにカマセイヌとして出したっていう感じはやっぱ否めませんね。確かにこのライバルポジのキャラもクラスメイトをパシリにしたりとか、結構悪いこともするんですけど、物語終盤ちょっとかわいそうなことになるんですよね。これちょっとやりすぎな感じはしますね。やはり若さゆえなんでしょうか。以上、意味がわかんねえ人でした。今後ともよろしく。